はい、皆さんようこそいらっしゃいました。心のサプリキモトークです。今日は、外見にコンプレックスがある人に対するメッセージを送らせていただきたいと思います。自分の外見、容姿にコンプレックスを持っている方ってね、大勢いらっしゃるみたいなんですけれども、そういった人のね相談をよく受けるんですよ。で主にねこういった外見みたいなものに対するコンプレックスがうずうずと動き出す時っていうのは大体ね恋愛関係ね。なんか自分の容姿に自信がないから恋愛に対してまっすぐ向き合えないとかね、好きな人がいるんだけれどもでも私こんなだからみたいな感じで躊躇しちゃうとか、なんか主にその外見がネックになってくるのっていうのは恋愛におけるシーンが多いような気がします。でね、まあね、外見はね、いいに越したことはないよね。確かにだって美人だったりイケメンだったりしたらねモテるもんね。恋愛の可能性って広がるもんね。だからねそれはね否定しないよ。否定しないけどね、でもねそれが全てではないというのもこれもまた真実なんだよね。でね、私がねかつてね失恋した経験、彼女にこっぴどく振られた時のねちょっとね経験をね話そうかなと思うんだけど、もうね20年ぐらい前の話ね、だからもう時効だけどね、前に勤めていた会社で、私のことをねこう好きになってくれた女性がいたんですよ。でねその当時私にとって彼女というのはただ単に同僚ね、同僚の一人に過ぎなかったから女性として全然意識してなかったんだけど、彼女からねこう好きだっていうふうに言われたんですよ私ね。でねそしたら私の心の中で何が起こったかって言ったら、なんか彼女がねちょっとね特別な存在になったんですよね、その瞬間にね。依然として女性としては見れてないんだけれども、何かね他の同僚他の女性とはちょっと違うカテゴリー、この子っていうのは僕に興味を持ってくれてるんだ、僕のことを好きでいてくれてるんだってことは少なくとも私には伝わってますから、なんかね彼女の言うことってちょっと意識しちゃうのね。でこういう風な状況になってくる。でねそうするとね、時々やっぱりこう彼女とこう会話をするようになるでしょ。でそうするとね次第次第にやっぱりね彼女と会話する機会が増えてくるんですよね。だって人間ってさ、好意を寄せられて悪い気持ちってしないでしょ。ね、例えば自分がその好意に応えられるか応えられないかは別の話として、人に好意を伝えられるのって悪い気はしないよね。で僕も実際すごく嬉しかったの。タイプじゃなかったけどね。でも気づくとなんか彼女とこうよく会話をするようになり、でしまいにねこう彼女と会話をしている時間がすごく楽しい時間を持っている自分という、楽しんでいる自分に気づくようになり、でしまいにね、こう職場でもこう彼女の姿をこう探すようになり、でねこうなってくるとねなんかねその彼女の姿とかね仕草とか声がねあれなんか可愛いなってこう思うようになってくるんですよ。不思議なもんでねこの好みみたいなものが相手に寄っていくのね。でだんだんね彼女のことを好きになってくるんですよ。いやこの子可愛らしいな、なんかこう会社の外でも会いたいなって思ってね、で食事に誘ったりしてでデートをするようになり、それでねお付き合いをするようになり、で挙句の果てに振られるっていうね、ですごいショックを受けるんですよ。あれいつの間にこの関係性って変わっちゃったんだろうってね、その当時謎だったんですけど、まあねいつの間にかね、何でしょうかね、若気の至りでこう薄っぺらい人間性を見抜かれてしまったのか何かわからないけれども、そう彼女が去っていってすごくこう傷ついた記憶があるんですよ。ね、最初は単なる同僚でね何とも思っていなかった相手がいつの間にか自分の心で大きな存在になって、で振られた時にすごく傷ついている自分、紛れもなく彼女の存在というのは自分の心の中で成長して大きくなっていたわけですよ。でそういうね経験もあるから、だから私はね必ずしもこの外見というものはね最初から何かの条件として存在しているんじゃなくて、本当に相手のことが好きになっちゃうとね好みって相手に寄っていくっていうこともあるのね。だからほら恋は盲目って言うでしょ。
これね Love is Blind って英語でも言うんですよ、全く同じ意味ね。もうね恋をすると相手のなんて言うでしょうかね、そういったいいところにばっかりこう目がいってね、相手というのが自分の中ですごく美化されて、素晴らしい存在になっていく、ね、これが人に恋をするっていうことなんじゃないかなと思うんですよ。でね、日本にね、昔小野小町っていうね、美人であったとされているんだけれども、ものすごいこうねモテる女性がいたんですよね、小野小町ね。で小野小町はね六花仙って言って昔のねすごく有名な歌人だったんですよ、八大衆っていうね、古今五千周囲五千、五周囲潜在歯科金曜新古今かですね、大学受験の時なんかにやるけどね、八大衆って直線和歌集ね、天皇の命令でこう作られた和歌集、その最初の古今集っていうのにねこう出てくるその6人のこう歌人の中で唯一の女性、それがね小野小町なんですよ。でね小野小町ってねものすごい美人だって言われていて、実際にすごくモテたんだけどね、でもね僕の感覚なんだけどね、もしかしたら小野小町ってそんなに美人じゃなかったんじゃないかなって僕は思ってて、なんでかっていうとね、時代の恋愛ってちょっとね特殊なんですよ。なんでかっていうとね、男の人と女の人が実際に顔を合わせることってなくて、だからねお互いにね顔を知らない状態で恋愛がスタートするので、どういう恋愛かっていうとね歌を送り合うんですよ。最初に男の人の方から女性の方にこう歌を送るでしょ。でそうするとそれをね受けた女性が等歌って言ってアンサーソングを返すわけですよ。ソングっていうねような歌じゃないから、なんていうのかな、アンサーポエムっていうのかな、歌を返すわけで、そうするとね小野小町ですよね、六花仙の小野小町ですよね、ものすごい文才のある美しい詩をね彼女は書いたはず、美しい歌を書いたはず。で多分それを見た男はね、なんてロマンチックな歌を書く人なんだろうって、多分ねそのね歌をね読んだ瞬間にね骨抜きにされちゃったんじゃないかなと思うの。でそういうね歌を何度かやり取りをしていく間にね、もうこの人の気持ち、男の人の気持ちっていうのはねもうね抗えないぐらい小町にね傾倒しちゃってたんじゃないかなって僕は思う。だからもうね Love is blind ですよ。恋は盲目の状態になっているから、もうね小野小町の顔を見る前にもうね心は恋愛モードになっちゃってるわけですよ。もう小野小町のなんて言うんでしょうかね、そのロマンチックな世界にねもう完全に浸っちゃってね、でそういう風な感じでわーって盛り上がってる状態で小野小町とこう出会うわけだから、美人に見えないわけがないよね。でそう思いません？だからねきっとね小野小町っていうのは、確かに美人だったのかもしれないけれども、こういう時代の特殊なこう恋愛のこのプロセスから考えるとね、もしかしたらただ単に美人だったっていうことじゃないんじゃないかなっていうふうに僕は思うんですよ。でね、外見にコンプレックスがある人ってね、これねすごくねきついものの言い方かもしれないけど、一つ特徴があって、外見にコンプレックスのある人ってね、その人自身がすごく外見を重視している場合が多い。だから自分も自分の容姿のことを気にするんだけれども、相手にもすごく容姿を求めてる人が多い。すごく面食いな人が多い。だからね、もし自分がね相手の外見だけではなく内面にも魅力を感じるような人だったら、そんな外見に固執しないのよ。なぜなら外見以外にも人のことを好きになれる要素っていっぱいあるってこと分かってるからね。でもね、私の外見なんてって思ってる人って実はねすごく面食いの人が多い。だからね、自分の外見にコンプレックスがある人っていうのは他人にもそれを求めているところってないですか？もしあなたがそれに悩んでる人だとしたら、
もう少しね恋愛のこと勉強した方がいいかもしれないよ。でね、もしその一時情報ね、例えば外見であるとかスタイルであるとか声であるとかそういったもので例えば一目惚れをしてしまう、一目惚れということができてしまうような人も世の中いっぱいいる。でもね、それってねすごくね浅い情報ね。だって綺麗な人いっぱいいるでしょ。そしたらみんなそういった人に気持ちが向いちゃうかもしれないでしょ。で人を好きになって愛情を育んでいく関係っていうのはねもっと深い深い理解が必要になってくるんですよ。ね。だからその外見やなんやで左右されるような恋愛っていうのはねあんまり大した恋愛じゃないから、そこに人生の貴重な時間を割く必要はあんまりないかもしれない。だとしたらね、外見っていうものはそれほど絶対的なものではないっていうことがね分かってくると思うよ。でね、最低限の身だしなみ、ね、清潔感のある服装であるとか、ね、そういった身だしなみエチケットっていうのは大事。でも必要以上に外見に固執して自分の自信を失ったりするようなことはそれは間違いだと思う。ね。でもね、まあそうは言ってもなかなか難しい問題だよね。だからねこのことについてもまたいろんなケースに触れて、これからねいろいろお話をこれからさせていただこうと思いますから、またねチャンネル登録と高評価お願いしますね。またこの続編についてもお話をさせていただきます。ではまた次の動画で会いましょう。